皆さんこんにちは。七星です。今回は前回ご紹介した巨大な主砲を装備したコルベット船の作り方をグリッチテクニックの解説を交えながらご紹介したいと思います。機体の特徴は前回の動画で解説しているので、まだ見てない方はぜひ前回動画もチェックしてみてください。そして今私の後ろにある機体は前回ご紹介した機体のマイナーチェンジ型になります。前回と違う点は、まず全体のカラーを黒から赤に、そして主砲の砲身にあたる部分をタイタンヘビーブースターから胴体部分に合わせた外装に変更。その他の装備や装飾も若干変更しています。エネルギーが充満した雰囲気を出すためにタイタンヘビーブースターを使用していましたが、実は問題点がいくつかありました。一つはブースターの一部がコクピットにめり込んでしまい、移動範囲が若干制限され、視界も極端に悪いこと。そして機体を激しく動かすと排気ジェットの軌跡がずれてしまうことです。そこでタイタンヘビーブースターをなくし、利便性の向上と機体デザインの統一感を優先したマイナーチェンジを行いました。基本的な構造はほぼ同じなので、タイタンヘビーブースター搭載型とマイナーチェンジ型のどちらも作れるような内容で解説していきますね。そして今回はパーツのスナップポイントをずらすスナップグリッチについても私なりの活用術と合わせてご紹介します。スナップグリッチをまだ使ったことのない方にとっては、コルベットのクオリティを上げるために有効なテクニックだと思うので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速コルベット船を作っていきましょう。まず着陸装置を中心部から1マス分後ろに設置。今回の機体カラーはマイナーチェンジ版の赤に設定します。もちろんお好みの色でも大丈夫です。その上に居住区を1つ設置。コクピットは今回はタイタン級を使用します。居住区の後ろには通路を上下に2つ設置。これは船外に出る内部階段を設置するためのものです。最後尾にはアンバサダー級アクセスベイを設置します。居住区の上にはゼニス級リアクターを設置。主砲の砲身に見立てたタイタンヘビーブースターは側面の斜め下にスナップポイントがあるので、右下に通路を設置し、そのスナップポイントに合わせて接着させます。そしてブースターの根元にセト級リアクターを設置し、その先端にメデューサ級リアクターを設置します。ここからはグリッチテクニックを多用することになるので、一旦機体の製作から離れてパーツのスナップポイントをずらすスナップグリッチについて解説します。長くなるのですでにご存知の方は飛ばしてもらっても大丈夫です。コルベット船の建造パーツは基本的には通路1つ分が1マスとしてグリッドに拘束されます。ですが特定のパーツを使用すると通常の1マス単位ではなく 0.5 マス単位でパーツを設置することができます。パーツをずらせると機体を滑らかにしたり、パーツ同士を重ね合わせて新たなデザインを生み出したり、スペースを有効に使うことができるなど自由度が跳ね上がります。すでに全方向へのスナップグリッチが発見されていますが、ずらす方向によってやり方や使用するパーツが少し異なっており、複数のステップを踏むものもあります。実際に私もスナップグリッチを使って船を建造していますが、パーツをどの方向へずらしたか、どんな理屈で接着しているのか理解できてないことも多く、建造中に混乱してしまうこともよくありました。そこで自分なりにシンプルで使いやすい仕組みを考えた結果、こんなものを作ってみました。この不思議な構造物、仮にずらしグリッドと名付けますが、全ての方向に 0.5 マス分ずらした足場のバリエーションセットです。機体に対して横方向、垂直方向、前後方向、
前後と垂直方向、横と垂直方向の5つの方向に 0.5 マスずつずれた足場を作りました。すでにずれている足場をあらかじめ準備しておき、パーツをずらしたい箇所に連結して伸ばし、ガイドグリッドとして活用するためのものです。すでにグリッチを自在に活用できている方にとっては役に立つか怪しいですが、初めてずらしグリッチを使う方はあると分かりやすいかもしれません。足場は通路でも代用できますが、重なると分かりにくいので、今回の動画でスナップグリッチを活用する際はできるだけ足場を使います。それではこのずらしグリッドを作りながらグリッチのやり方を解説していきます。まず下準備を行います。コルベットワークショップ前方左端の設置可能なギリギリの位置に着陸装置を設置し、そこを起点に5つの居住区を連結させて設置します。これはずらす前の正常なスナップポイントを把握するためのものです。パーツ同士が離れていると赤く表示されて見にくいので、この動画では便宜上先端の通路を機体近くまで伸ばして実体化しておきます。通常はしなくても大丈夫です。まず作るのは機体に対して横と垂直2つの方向にずれた足場です。通路を居住区のグリッドに沿って設置し、外装装飾のカテゴリーにあるダクトコンセントというパーツを上に配置します。そして通路に対して右方向にずらします。ダクトコンセントを使ってパーツをずらすと、ずらした方向に 0.5 マス分、そして強制的に垂直方向にも 0.5 マス分ずれる仕様となっています。これでこの通路は横と垂直の2つの方向、つまり横軸の斜め上方向に 0.5 マスずつずれたことになります。ずらした後はダクトコンセントは削除し、通路の右側に足場を設置し、通路は元のグリッドの位置に戻します。そして足場をコピーして連結させつつ、元の位置に戻した通路に接着させます。こうすることで後から見ても横と垂直方向にずれた足場だということが分かり、使いたい時にいつでも使えるようにしておきます。次も同じように通路を設置してダクトコンセントを上に配置します。そして今度は通路に対して前方向にずらします。これでこの通路は前後と垂直の2つの方向、いわゆる前後軸の斜め上に 0.5 マスずつずれました。そして通路の後ろ側に足場を設置し、先ほどと同じように通路は元の位置に戻します。これで後から見ても前後と垂直方向にずれた足場だということが分かります。次に作るのは前後にずれた足場です。これはロックホッパーウィングモジュールという翼パーツを使います。このパーツはスナップしている対象に対して前後に 0.5 マス分ずつずれる特性を持っています。ただしずれるのはパーツに対して右側面にスナップしている場合のみなのでご注意ください。通路を設置したらロックホッパーウィングモジュールを通路の右側面にスナップさせます。そして通常のスナップポイントから前方に 0.5 マス分ずらしたら接着させます。その後通路も同じようにずらすとずれたロックホッパーウィングモジュールにスナップするので接着します。これで前後方向にずれた通路ができました。そして足場を通路の後方に設置して通路を元の位置に戻すと前後方向に 0.5 マス分ずれた足場として認識できます。次は垂直方向です。通路を設置し、その上にダクトコンセントを設置、そして通路を前方にずらすと前方と垂直方向に 0.5 マス分ずれた通路になります。今回は垂直方向だけをずらしたいので、先ほどのロックホッパーウィングで 0.5 マス後方にずらすことで前後方向のずれは修正されます。これで垂直方向にだけ 0.5 マス分ずれた通路ができました。さらに足場を作るために通路を下にコピーして最初の通路とロックホッパーウィングは削除します。そして残った通路の上に足場を設置して通路は元の通常グリッドに戻します。
これで垂直方向にのみ 0.5 マス分ずれた足場だということがわかります。最後は横方向にずれた足場を作ります。先ほど作成した垂直にずれた足場を連結した状態でコピーします。連結した真ん中の足場は削除し、足場の右側面にフォトンキャノンを設置します。そしてフォトンキャノンの下のスナップポイントにさらに足場を設置します。この場所が横方向に 0.5 マス分ずれたポイントです。元の足場とフォトンキャノンは削除し、通常の位置に通路を設置すれば横方向に 0.5 マス分ずれた足場だということがわかります。これで全方向に 0.5 マスずつずれた足場が完成しました。なお、この5つの足場は必ず全て作らなくても大丈夫です。この動画で実際に使用するのは横軸、前後軸、そして横軸と垂直軸にずれた3つの足場です。特に前後方向や斜め方向にずらす操作は簡単なので、その場で必要なパーツをずらした方が早かったりします。必要な方向の足場だけを作っておいたり、全て作っていろいろ試してみたり、あるいは先ほどのテクニックだけを使って直接パーツをずらしたりと、やりやすい方法を試してみてください。長くなりましたが、これでグリッチの解説を終わります。コルベットの製作に戻りましょう。基本構造までできたところでしたが、次はタイタンヘビーブースターの先端に燃料ポットカバーを取り付けます。実は現状このパーツは普通に取り付けようとすると向きが逆方向になり、向かい合わせに取り付けることができません。今はグリッチでしか取り付けることができない状態となっています。そこで先ほどのグリッチで作った足場を使います。対応しているのは横方向と垂直方向にずれた足場です。足場をタイタンブースターの先端まで連結して伸ばし、ブースターに半分重なるようにして上下に配置します。その足場に燃料ポットカバーをスナップさせて設置します。片方設置すれば反対側は足場を活用しなくてもスナップしてくれます。なお、こういった向かい合わせで接着できないパーツについては、接着面のないエアロパーツに武器を設置し、そこにできたスナップポイントを活用して解決することもできます。状況に応じて使い分けると良いでしょう。次にエンジンカバーをブースターの下側に取り付けます。これはグリッチを使わなくても燃料ポットカバーにスナップしてくれます。これでタイタンヘビーブースター搭載型の機種部分は完成です。ではここからマイナーチェンジ版に変更してみます。まずタイタンヘビーブースターと下側だけに取り付けたエンジンカバーを削除します。次に先ほど使用した横方向と垂直方向にずれた足場をこの位置まで連結させて設置します。この足場のスナップポイントを使って今度は先ほどとは逆方向にエンジンカバーを取り付けます。その根元に突き合わせて下半分にエンジンカバーを取り付けます。さらに前後方向にずれた足場をエンジンカバーの継ぎ目の横まで伸ばして、そこに重い接続部というパーツを2つ並べて設置します。このようにスナップポイントがずれているパーツは通常グリッドに配置されているパーツと重ね合わせることができます。そして先ほどの重い接続部の上にダクトコンセントを設置します。これでマイナーチェンジ版の機種部分は完成です。コックピット内部の動きやすさと視界も少しだけですが改善されました。次は胴体部分です。ゼニス級リアクターの上にスピードバードカウリングを設置します。そしてゼニス級リアクターの側面に通常の足場を2つ設置し、その足場に沿ってタービンエアロフォイルを上下に向かい合わせで設置します。接着できたら足場を削除し、後方にも反転して同じように配置します。反対側も同じ作業です。
次に主砲用の武器を配置します。位相ビームアレイを横位置で設置するために前方向に 0.5 マスずれた通路を設置します。これには前後軸がずれた足場を使います。足場をこの位置まで連結させて、その足場に通路をスナップさせます。反対側はこの通路を連結させて同じ位置に配置すれば簡単に設置できます。この通路に位相ビームアレイを横付けで配置し、デッドアイキャノンは中央に配置します。砲門数の制限でこの配置のデッドアイキャノンは弾を発射しませんが、攻撃力はアップします。そしてタービンエアロフォイルをこの通路にスナップさせて設置します。次は主翼として同じくタービンエアロフォイルを設置します。普通に取り付けるとこのように一体感のないデザインになってしまいます。これは横方向にずれた足場を使うことで解決します。足場をこの位置まで連結させて伸ばします。この足場のスナップポイントを使ってタービンエアロフォイルを埋め込むように接着させると翼同士が重なり、翼に一体感が生まれました。主翼の裏側にはスーパークルーズエアロフォイルを取り付けます。反対側も足場をコピーして同じように取り付けます。ただまだこの通路の角張った感じが気になるので、ここに通常の足場を設置しメデューサ級リアクターを埋め込んでごまかします。次は天井部分にスピードバードカウリングをかぶせるのですが、普通に設置すると船の上に登るためのハッチが隠れてしまいます。そこでここでも前後軸のずれた足場を使います。足場をこの位置まで連結して設置しスナップさせて配置すると前にあるカウリングと重なり合って配置されます。結合部が滑らかになり、船内階段出口のハッチのスペースも確保できました。この2つのカウリングの両脇にはスーパークルーズエアロフォイルとアルゴノートエアロフォイルを取り付けます。後方の通路の上にはベスパーディフューザーを取り付けます。アルカディア S フォイルは中央の通路の上に通常の足場を置いて設置。装飾パーツの燃料棒はアクセスベイの上に通常の足場を置いて設置します。次は中央のスラスターですが、ここにも前後軸のずれた足場を使います。足場を連結して伸ばし、通路に 0.5 マス分重なる位置に設置します。この足場にツインエコージェットをスナップさせて配置したら足場を削除して、その場所にパイロドライブブースターを設置します。2つのスラスターを前後に 0.5 マスずらして配置することで3つの排気口が連なるスラスターになりました。そしてアンバサダーサブフライトスラスターをメデューサ級リアクターと付き合わせで設置します。そして両翼の下に魚雷発射装置最下部の居住区の両側面にイオンバリアを設置し、最後に内部階段を取り付けます。内部階段はかなり無理やり取り付けているため出口付近で少し詰まってしまいますが、ジャンプすれば外に出られます。これで機体の完成です。タイタンブースター搭載型もこのマイナーチェンジ型も機体デザインは個人的に結構自信作です。気に入った方を作ってみてください。グリッチテクニックについては活用方法は人によって違うと思うので、私の足場を使ったやり方も一つの考え方として参考になれば幸いです。今回の動画は以上となります。もしこの動画がお役に立てたなら高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは良い宇宙の旅を。